お世話になっております。マサルです。今回は OAuth 2.0 について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず最初に OAuth 2.0 について概要を勉強します。その後 OAuth 2.0 の流れを見ていきましょう。それでは始めます。OAuth 2.0 はリソースオーナーの許可に基づいてサービスのアクセス権を別のサーバーに渡すことができる仕組みです。OAuth 2.0 の構成要素はリソースオーナー、OAuth クライアント、認可サーバー、リソースサーバーです。OAuth 2.0 を利用することでリソースサーバーで管理しているリソースを OAuth クライアントと共有することができるようになります。例えば、クライアントが複数のサービスごとに個人情報の入力が求められた場合、一つ一つのサービスに対して個人情報を入力するの手間がかかりますよね。OAuth 2.0 を使えば、事前に登録している個人情報をリソースとして共有することができるので、入力の手間を省いて利便性を上げることができます。では、OAuth 2.0 の具体的な流れを見ていきましょう。リソースオーナーは事前にリソースサーバーにアカウントの情報を登録しているとします。その状態で別のサービスを利用しようとします。別サービスはアカウントを作って利用する必要があります。そこでリソースオーナーはリソースサーバーであらかじめ作っているアカウントの情報を使って新しいサービスを利用しようとします。その場合、これから利用したいサービスは OAuth クライアントとしてリソースサーバーの認可サーバーにアクセスを行います。認可サーバーはリソースサーバーで管理しているアカウント情報へ本当にアクセスさせても良いのか、リソースオーナーに確認を求めます。リソースオーナーから許可が出た場合、リソースオーナーは許可グラントというものを使って認可サーバーに送ります。認可サーバーが OAuth クライアントに認可グラントを転送します。OAuth クライアントは認可サーバーに認可グラントを提示します。認可サーバーは OAuth クライアントの認証及び認可グラントの正当性を確認し、問題なければアクセストークンを作成し発行します。OAuth クライアントはアクセストークンを提示することによってリソースサーバーのリソースを使うことができるようになるということですね。OAuth で意識しておきたいのは、OAuth は認証するためのプロトコルではなく、認可をするためのプロトコルであるというところです。認証というのは相手の身元を確認すること。認可というのは権限を与えることです。今回は認可なので、リソースサーバーで管理している特定のファイルへアクセスする権限を OAuth 2.0 は別のサーバーに渡すことができる仕組みということになりますね。それでは今回も動画ご覧いただきありがとうございます。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画ご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは最近 CCNA を取得した人も増えてきて盛り上がりを見せています。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。いつの間にか Google ってのはなくてはならない存在になりましたね。Chrome で検索して Gmail でメールしてスプレッドシートで情報管理して Google カレンダーで予定管理。もっと言えば Android や今皆さんが見ている YouTube だって Google のサービスですからね。いや本当にすごいサービスですよ。そんな Google のいろんなサービスを使うときにいちいちそれぞれにアカウント作るの煩わしいですよね。だから今回の OAuth のような仕組みがあるってわけなんです。サービスを利用しようとすると、このサービスがあなたの基本情報やデータにアクセスすることを許可しますが良いですかみたいなメッセージが出てくることがあります。あれで許可のボタンをポンと押すと OAuth を使ってリソースを共有してアカウントを作ることができる点だから便利な仕組みだ。OAuthとてもおすすめの仕組みでございます。